皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルのシンボリと大滝と三角です。はい、今日はこの3人のメンバーでフライククラスルーム形式でやっていきたいと思います。今日のテーマはこちら、セールスフォース×フリー会計で作る経理バックオフィス DX 経営管理の進化を実現。今日もですね、フリーっていうところで、経営管理っていうところにスコープを当ててお話をしていこうかなっていうふうに思います。内容が内容ですごく多いので、今回も第3部作に分けてお話をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、私がですね、発表したかったんですけど、なんか体型がおかしいって、ハッピーの見えるところが見えねえっていうふうにボスに言われまして、不思議なことが起きちゃいましたね。この辺全然見えんかったやん。シュ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 なってましたね。全く文字が見えないですね。で、今日は第1部作っていうところで大きく2つのお話をしようかなと思ってます。1つ目が経理業務の本来の役割ってなんだっけっていうところのお話。そして2つ目がセールスフォースとフリー会計を連携させた時にどういう風になるのかっていうこの2つをお話しできればなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今日は経営管理本来なんですけど、どうですか、経営管理に対する印象。経理の人って普段何してるんだっけとか、なんかあったりします？なんかやることがかなりいっぱいあるイメージです。業務自体の数がすごく多いイメージがありますね。なるほどなるほど。業務量が多い。大崎さんはいかがですか？経理の人は置きたくないからね、フライクに直接的に利益を上げれる人たちじゃないから間接業務って言われるところなので、なるべくフライクには置かずにアウトソーシングしたいっていう思いがあります。ということで、じゃあ経理に対する印象、すごく仕事が多い、フライクにはいらないかなみたいなところだと思うんですけど、そもそも経理ってその仕事が多いっていうところだと思うんですけど、じゃあどういうことで時間奪われてそうですか？まずは支払い業務いっぱいあると思うんですよね。どこにいついくら払わないといけないかっていうのを管理して実際に払うっていう業務があると思います。大崎さん、報告資料を作る。なるほど。経営陣とかに向けたお金に関する報告資料みたいなイメージですね。どちらも経理の仕事なんですけど、何をしてるかっていうのはもちろん会社さんごとによって違うと思いますけど、よくある課題としては、私今回6個ピックアップしてます。1つ目は営業から依頼される請求書発行を毎度経理に依頼があってやっている、そしてチェックをしているみたいなところ。そして2つ目が請求書送付をするために印刷して折り曲げて封入してポストみたいな、営業事務みたいなイメージ。そうですね、営業事務みたいなイメージですね。そしてじゃあそれを最後報告するために会計システムにの頑張って入力をしているとか、あとはさっき言った支払いとか、入金があった時とかですよね、銀行に通帳を持って走っていってなんていうんですか、記帳っていうんですかね、通帳記入をする。そして帰ってきたらその通帳の内容と実際の入金とか請求の内容を見て消し込み業務をしていく。そして最終的には入金されてない、支払い忘れたみたいな形でわーってなっちゃって営業止まってんのみたいなコミュニケーションが起きるみたいな、こういったのって結構経理における課題感としてすごく上がってて、こういった日々の業務にさっき三角さんがおっしゃったような追われているみたいな印象って社会一般的にあるかなと思ってます。経理ってそういうイメージがある中で、本来の仕事って何だっけっていうところを定義をするとちょっと答え言っちゃいそうなのであえて三角さんにお聞きをすると、経理の本来の業務役割って何だと思いますか？役割ですか？なるほど、もう答えを今聞いちゃいましたシンボリのシナリオをボロボロにする男たちということで、そうなんですね、もう経営管理の中核を担うっていうところで、会社全体の成長させるっていうところが本来経営管理の役ですからねっていうところが本来の仕事ですと。じゃあさっきお話ししたようなことに追われている状況だと、本来の仕事全くできずに、むしろなんか消し込みをするとか請求書発行するとか、そういったところが経理の仕事になっちゃってませんかっていうところをまず今日は訴えたいなというふうに思ってます。今日のこの動画を見ていただきたい人たちには、実際その経営者の方とか経営部長とか、あとは上シスですね、そういったのシステムを支えるような情報システム部の方に見ていただきたいなというふうに思ってます。
はい、ということで今日のテーマは作業から経営管理っていうところで、たくさんの作業をしている経理の方の業務をいかに楽にして効率化して本来の経営管理ができるかっていうところのお話をしていきます。じゃあここで問題です。どうなればその作業が楽になりますか？はい、はい、どうぞ。アウトソーシングする。アウトソーシングする。おお、一つの方法ではありますけど、今日のテーマからちょっと外れちゃうので、他の今いる経理の人たちが今ある業務を担いながらどうやったら本来の経営管理ができるようになるのか。はい、数字を占めるのを諦める。崩壊ですね、会社が。次。はい、はい、手作業をなくす。おお、これは突破。何があるんですかね、手作業。目見していく。消し込みみたいなところですかね。いいですね。はい、ということで、いろいろありますよね。例えば請求書発行を自動化するとか、紙でも送らない、ボタンポチってしたら送られるとか、あとはもう請求書送っちゃったら会計システムに仕分けが自動的にできてるとか、入金があったらポチッと押せば入金消し込みができるとか、さっきやってた報告書作成みたいなところもある程度データが可視化されてて、もうそれを出しちゃえばこれが今月の状況だよ、先月こうだったよっていうのが出せるような状態になるっていうのがすごく理想的な姿かなと。僕とあるお客さんをヒアリングして、そのフリー時代にしてる時にびっくりしたんですけど、まずフリー時代は経理の仕事知らないし、フリーがデフォルトだったんですね。フリーが当たり前だったんですけど、消し込み一覧を作ってる人見てびっくりしました。エクセルでってことですね。そう請求書を送って大滝株式会社から7月31日に100万入る予定です。そのうちの80万しか入らなかったから20万円は入ってないですみたいなのを全部エクセルの備考欄に書いていってるのを見て、何この作業と思って、こんなん教科書で習ってねえと思ってどういうことと思ったら、フリーが債権債務のそういったものはできるけど他のツールはできなかったから、当時はですよ、エクセルと併用してますっていうのを見てびっくりした記憶はあるので、消し込み一覧とかその支払い一覧とかっていうのはなくなるといいだろうなって思います。確かに結構今でも運用されてらっしゃるところ多いんじゃないですかね。めちゃめちゃ聞きますね。こういった手間になっている作業をしているっていう業務がなくなれば、経理の皆さんは本来の経営管理の業務ができるので、作業から解放されてやっと頭を作業ではなくて戦略の方に持っていけるってことができるようになりますねと。これを我々は経理 DXというふうに呼んでおります。デラックスですね。デラックスですね。本当に経理の人たちがそれをやりたいかっていうのは僕ちょっといささか疑問を持ってて、フリーもセールスソースも導入するときにすごいネガティブな人たちは一定数いて、でもこのツールを入れると私たちの仕事はなくなりますよねっていう人たちがいると思うんですよね。なので消し込み一覧を作るとか請求書の送付業務をなくすとか、空して切手をして切手貼ってなくすっていう業務を嫌だっていう年齢層の高い人たちは一定数いると思うんですね。なので本当に皆さんが経営管理をしたいかっていうのは違うんじゃないですか？いやー、それは私もそう思ってて、この前ある企業さんで、多分ね同じお客さんの方についてるある企業さんで、うちの経理は経理じゃないと、経営管理なんか一切できないと、本当に請求書を発行することがそもそも経理の仕事だと思っている。だから今回の取り組みでそこを全部自動化して、もう今からもうオンボーディングしていく。経営管理とは数字をこういうふうに報告するんですよ、経営者はこういう観点見たいんですよ、こういうアドバイスが欲しいんですよっていうところに持っていきたいみたいなお声とかもあって、ただやっぱり経理の現場の方は仕事なくなっちゃうのでっていうのはありますよね。ある程度経理の仕事が僕なくなると思ってて、工場が自動化されたとか石炭がなくなって石油に変わりました、ガソリンになりましたみたいなタイミングとかで、ある程度の人の仕事ってなくなったわけじゃないですか。これまで馬車で馬に依頼していたのが車になり、入れなくなった馬と操縦する馬を引く人は入れなくなったとかっていうのと同じで、経理の中で手作業してる、言い方悪いけどおじいちゃんおばちゃんは多分いらなくなると思ってて、なのでこの動画を見ていい経営者は経理の人たちを配置転換する覚悟がある人とか、本当経理部門の人たちは心してみないと。そうですね。でも大竹さんがずっとおっしゃってるアウトソーシングってそういうことですよね。作業だからやってもらえばいいじゃん。そうなんです。そんな作業を
自動化して本来の経営管理っていうところに頭を使うためにどうするかっていうところのお話を次していこうかなと思います。で、我々はどうしてるかっていうと、Salesforce とフリーっていうこの2つのツールを連携してここの効率化とか作業の自動化っていうところをしております。で、じゃあなんで Salesforce とフリー両方使うのっていうところがあると思うんですけど、よく YouTube を見ていただいている皆さんであれば餅は餅やでっていう言葉を大竹さんがよく使われると思うんです。まさにそこでやっぱり会計ソフトは会計ソフトですし、セールスソースの販売管理とか営業管理とかやっぱり強いところがあるので、やっぱりそれぞれの得意な分野っていうところを生かしながら得意な数字をちゃんと連携しながら見ていくっていうところでフリーとセールスソース両方使っています。あとはやっぱり共通のデータ基盤っていうのを持っておかないとこっち見てあっち見てっていうのも大変なので、この2つを組み合わせてフリーとセールスソースっていうのを使っているっていうのがうちのフライの状況になります。ここまでで特に経理とかあんまり絡まない三角さんだと思うんですけど、感想を教えてください。フリー、セールスフォースってどちらも入れてらっしゃる企業さん結構多いのかなと思うんですけど、これがこうちゃんと連携してるところって結構少ないんじゃないかなと思ってて、そのあたりがどうフライから連携してるのかっていうのはちょっと知ってほしいなと思いますね。なるほど。ここではちょっと細かいところをお話しすると時間がなくなっちゃうので、この動画ナレーション付きのデモンストレーション動画が別途公開されているので、細かい機能はここを見ていただきたいなっていうふうに思うので、今日は簡単にお話をしていこうと思います。実はセールスフォースとフリーって言ってましたけど、実はもっと使ってます。セールスフォース、フリー、ボックス、そして Gmail っていうこの4つのツールが連携されながらですかね、動いています。まずは我々は Salesforce で商談管理をしているので、営業は Salesforce で商談を前にするために管理をしていきます。そしてお客さんからじゃあ見積書代って言われたら Salesforce でもちろん見積書が出力できるので、見積書を Salesforce で作ります。で、ここでポイントの1つ目なんですけど、見積書を作るときにこの見積書をいつ請求するかっていう請求の回数であったりとか分割回数とか、あと時期っていうのを入力しておきます。で、これをするとですね、なんと商談が受注したタイミングでもう自動的に請求データがボワボワってできちゃうので、まず経理の皆さんに請求書を作ってくださいっていう営業からの依頼っていうのが一切なくなるっていうところと、見積もりデータを根拠に自動的に作っているので手作業のミスもないので、もうできたものをもうさっと確認して送れるっていう状況ができています。じゃあ実際に請求の時期が来た時にはもう請求書できているので、それを一覧で検索して確認していくだけですね。で、送付 OK だったら送付 OK ってステータスを変えてしまって経理にパスです。経理の方はもう営業を確認しているので、その送付 OK ってなっているものをチェックパーってつけてボックス格納ってすると、請求書が自動的にボックスに格納され、同時にメールでお客さんに今月の請求書ですっていうのが送られ、そして最終的にフリーの方に仕分けが登録されているっていうこの自動化ができているので、本当にボックスに格納するっていうのとメール送付フリー連携っていうこの2個をするだけでもう月末の月次の請求書送付業務っていうのが終わるっていう素晴らしい革命、産業革命が起きちゃいましたけど、細かいところは動画を確認いただきたいなと思いますが、今聞いてて思い出したんですけど、はい、僕が所属してたとある企業はですよ、営業事務がいなかったんですよね。はい、営業が受注した後、Excel に受注報告書みたいなのを作ってました。セールスソース入れてるよ、はい、入れてるのに作って、例えば7月に受注しました、9月にこの請求書いくらです、10月に請求書いくらですっていうのを経理に依頼をして、でそれがミスってたらめっちゃ怒られるんですよね。まず Excel で作るから、いやこれコピーして作ってやろうみたいな、めっちゃ怒られた上で、すいません受注してすいませんみたいな感じで怒られて作って請求書、それをもとに経理が請求書を出す。ただしここでポイントです。その経理が請求書を出すのを忘れてるんですよ。もうね、勘弁してよと思って、去年これだけ請求させてもらう予定でしか請求できてませんでしょ、請求させてもらっていいですか、未請求の経理がしてないから僕はお客さん先に行って怒られ、いやあの時この今クライクのツールがあれば僕の時間って多分1日に2時間ぐらい浮いてたんじゃないかって、月末のタイミング毎週請求書を作るのを手伝ったりとかしてたんで。私も過去に勤めてた会社は
私営業をやってたんですけど、受注をしました。そしたらですね、実際の売り上げを見積もりからサブスクだったので12ヶ月分割しないといけなかったんですけど、それが手作業だったんですね。手作業を間違えてたり、もうめんどくさいんでやりたくないので、受注が近くなってくるとちょっと鬱になるみたいな喜ばしいことなのに。そうなんです。その作業にすごい時間がかかってたので、受注が近づくと嬉しいんだけど、うわもうすぐこの作業今から始まるなみたいなのとかがあったりして、すごく嫌だったのを思い出しましたね。なので、今回別の動画のデモンストレーション動画になりますけど、ちょっとこれを見ていただいて、ぜひ経理の産業革命を体験していただければなというふうに思います。いかがでしたか、今日のお話。ちょっとパワーワードが、経理の産業革命とかパワーワードが出てきましたが意外と経理だけの業務じゃないなって思いました。そのフリーとかセールスフォース連携って言ったらどうしても経理に目が行きがちだけど、周りの人も意外と不幸せにしてるんだなと思って、営業事務、経理、社長全員不幸せにしてるんだったら、セールスフォースとフリーで連携したらそれは便利になるなっていうのを、なんか過去の自分の置かれてる環境とか三角さんの話を聞いて確かになって改めて思ったので、今幸せだなって思いますこのシステム環境は。経理の人の、本当の仕事は経営を管理していくことなんだよっていうのは、ちょっと改めて、確かに作業ばっかりで追われてるすごい大変な役職だよなっていうところからちょっと考え直さないといけないんだろうなっていうのは思いましたね。ということで、1本目の動画は、経理とは何なんだっけっていうところの役割のお話から、こういうシステムを導入してこうすることによって結構作業の部分がなくなるよっていうところのお話でした。次の動画ではですね、マネーフォワード使われてる皆さんもしかしたら見られてるかもしれないですけど、フリーとマネーフォワード何が違うのかみたいなところの解説であったりですとか、その次の動画ではフリーフォアセールスフォースって呼ばれる、もうあらかじめ用意されているアプリがありますけど、なんでこれを使わないんだっけみたいなところを続けて解説していきますので、ぜひご興味のある方は見ていただけますと幸いでございます。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。